今回ご紹介するのは、子供のやりたいを引き出すコーチングです。著者は20年にわたって企業の経営者など様々な職種のクライアントのコーチングを担当してきた実績を持つ人物です。また、結婚してから10年、35歳を過ぎて第一子を出産したという経験の持ち主でもあります。そんな著者によれば、コーチングとは、相手の自発的な行動を促すコミュニケーションのスキルであり、その原則は3つ。1、双方向である。2、個別的に相手に合わせた関わりをする。3、継続して関わる。すなわち、コーチングという観点から子育てについての持論を展開しているのです。基本的な考え方が綴られたパート1、子供を受け止めるスキルでは、コミュニケーションと聞いて多くの人が思い浮かべるのは話すことかもしれません。しかし、コーチングにおいてコミュニケーションとはまず聞くことを意味します。それはもちろん子供との関係性においても大きな意味を持ちます。コーチは一つの原則を持って生きている生き物です。それは、相手から返ってきたコミュニケーションは、自分が相手に伝えたコミュニケーションの結果であるという原則です。つまり、相手からの反応は、すべて自分が引き起こしたものであるという立場を忘れずに関わりを持ち続けるのです。もちろん、これは、コーチの持つ関わりの原則であって、親の持つ原則ではないかもしれません。子供が話す前に、あれこれ予測を働かせてしまうこと、それも、最悪の結果を考えて準備してしまうこと、子供の立場に立って考えることを忘れていること、自分の価値基準だけを大切にしがちな大人であること、などを自覚していれば、より子供の心に寄り添った聞き方ができるのではないかと思います。エンジェルアイ、天使の目とは、コーチや組織のリーダーが、クライアントや部下の話を聞くときの一つのモデルとなるような眼差しを表す言葉です。相手を無条件で受け入れると決めている人の目の表情を指します。見ることに関して忘れてはならないことは、自分にエンジェルアイを向けること。一例を挙げましょう。子供が熱を出したとき、親は空気の悪いスーパーに私が連れて行ったからだ。というように自分を責めてしまうかもしれません。もちろん、それは悪いことではありませんし、自分の過ちを発見することは成長にもつながるでしょう。しかし、時には自分のことをエンジェルアイで見てあげてもいいのではないでしょうか。それは子供に向けたエンジェルアイとも連動し、結果的には子供に安心感を与えることにつながっていく可能性があります。ペーシング。ペーシングとは、相手とペースを合わせることです。相手の言うことや気持ちを受け止める。もし、それが自分にとっては都合の悪いことであったとしても、できるだけ忍耐と思いやりを動員してしっかり受け止める、そういうスキルです。何かイライラしてどうしようもない時に、真正面から否定されたり、正論を返されたりしたら、どこにも逃げ道はなくなってしまいます。でも、もし、誰かが、そうか、そういう気持ちなんだね、と理解してくれたとしたら、気持ちが楽になり、救われたような気持ちになれるはずです。こちらが、それらをしっかり受け止めれば、相手の中にも余裕が生まれることになります。したがって、その人は、こちらの意見をも受け入れることができるようになるわけです。自分の意見を押し付けるのではなく、相手の気持ちに寄り添い、一緒になって答えを導き出していく。自分が子供の頃にこのような大人に多く出会えていたら、人生はさらに素晴らしいものになっていたかもしれないと思います。子育てとは一緒に成長することです。しっかり学び続けていきましょう。今回の動画はこれで終わりとなります。よろしければ動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。コメントもお待ちしています。それでは、
最後までご視聴いただきありがとうございました。